竜が如く8、続きをやっていきましょう。チャンピオン街来てます。今日はね、追憶ダイアリーを一通り巡るつもりなんですが、この場所ですね、おそらく小牧のじいさんの話だと思うんで、まずはここ行きましょう。これはちょっとストーリーがある感じだね。チャンピオン街広場か。そういえばこの場所や西公園で小牧のじいさんに昔よく稽古をつけてもらったな。そうだな。最後の試合。西公園はカムロ町ヒルズが建った時になくなっちまったが、ここは昔から変わらねえな。ショットガンを使ったり、ひたすら殴られるのを耐えろと言ったり大量の猛者をけしかけたり、なんとも常識外れな特訓が多かったが、おかげで俺もかなり成長させてもらった。最後に会った時はいい年だったが、今も元気でやってるんだろうか。どうなんだろう。おい、ここで何やってんだおっさん。ここは俺らの縄張りなんだよ。知るか。分かってできてんのか。ああ、死にてえのかお前ら。いや、知らねえな。それに広場はみんなのものなんじゃねえのか。んだと。はい、ボコスこと決定。ああ、死んだなおっさん。ご愁傷様。まあ待てよ、俺マジ優しいからさ。殺されたくなかったら金置いてくだけで今日は許してやってもいいよ。みっちゃん優しい。真面目に生きろよお前ら。話になんねえな。いい年だろちょっと待て。お前舐めてんのか。優しくしてやれよ、突き上がりやがって。お前に優しくしてもらった覚えはねえよ。ならいい。ぶっ殺して金奪うだけだ。調子乗ってんじゃねえぞ。楽しませてもらうよ。う。やっちまいましょう。力の差を見せて。サンダーウェーブもうギブアップ。見ましょうか。やっぱり飛ばしましょうか。半分ぐらいか。あ、いけるね、覚醒。これで終わりだ。オッケー。口ほどにもね。これに懲りたら二度とこんなことするんじゃねえぞ。すみませんでした。ほう、なかなかやりおるの。お、数々の戦場をくぐり抜けてきたと見える。元気だったか。この声は。変わんねえな、小牧のじいさん。ずっとじいさん。もしや。はじめまして。どこかでお会いしたことありましたか。無理あるって。なるほど。生きていれば言えぬ事情の一つや二つ出てこよ察しがいいな。う。いや、ただの思い違いじゃ。ただわしがかつて稽古をつけていた弟子にどこか似ているように思ってな。そうでしたか。みんな理解してくれるね。遅くなったが、わしは小牧流古武術の継承者で武術家をやっとる小牧宗太郎と申す。この町で弟子に古武術を教えておる。じいさんいくつだ今。お主はこの辺では見かけない顔じゃが、旅行か何かか。いえ、ちょっとした野暮用でこの町に来ただけで。
すぐに出るつもりです。ほう。ならお主わしの弟子になってみんか。場合によっては100倍くらい強くなれるぞ。もっと若い時に聞いていたらお世話になったかもしれません。ですが今はもう他にやることがありますから。すみません。そうか。ならば仕方ない。これは年寄りの独り言だと思って聞いてくれ。わしは昔からこの町のホームレスや力を持て余している若い連中を相手に戦いの稽古をつけておった。その中でもわしと張り合えるほどに強く優しい豪傑な男がいた。口には出さなかったが、いつも誰かのために傷だらけになっているようなやつじゃった。愛弟子として迎えたその男は他の弟子たちにもいろいろと影響を与える面白いやつでな。カリスマというものを持っていたんじゃろう。後にも先にもそういう男はあやつだけじゃった。まあ今はすでにどこかでくたばったらしいなどと弟子たちが言うておったがな。だがわしは今でもたまにその愛弟子に稽古をつけている夢を見るんじゃ。かつていた西公園のホームレスたちと一緒にな。お主、一つだけおい先短いわしの頼みを聞いてくれんか。死ぬ前にどうしてもやりたいことがあるんじゃ。なんだ。やりたいこと？ああ、人生の総決算。最後に本気の手合わせ、試合がしたいんじゃ。自分の最高の愛弟子とな。おっと違うか。今は愛弟子にの男じゃったな。老いぼれの最後の頼み、聞いてくれんかのう。もちろん、わかりました。わかりました。愛弟子に代わって全力でお相手しましょう。ではこちらも全力で行かせてもらうぞ。1対1の大勝負。小牧宗太郎参る。手を抜いたら失礼だな。小牧宗太郎後悔するなよ。いざ参る。本気で行くぞ。調子出てきたぜ。どのぐらい食らうだろう。水浴。これもかっこいいよな。これはちょっと見ようかな。死にてえやつだけかかってこい。思いっきり入ったな。さあどうだ。ああ強いね。あんまり減ってないわ。これで決めましょう。はい、OK。相手にならねえな。満足したか、じいさん。ああ、見事じゃ。たく何が追い先短いだ。その辺の若い連中よりよっぽどタフじゃねえか。まったくだよ。久しぶりに全力でやり合えたわい。ここまでやれる弟子は今もなかなかいなくてな。もうわしから教えることはないようじゃ。人違いかと思いますが、一つ
いいですか。なんじゃ。俺も以前あなたと似たような男に世話になったことを思い出しました。その男は強くなりたいと願う人間を見つけてはいつも受け入れて稽古をつけてやっていた。稽古の内容は常識から外れたもんばかりだったが、強さへの信念や情熱はすごいものを持っていた。技だけではなく精神も鍛えられるもんだった。きっと今もその信念を貫いて立派に弟子たちを育て上げているんだと思います。信念か。それならお主の拳からも強い信念を受け取った。誰かのためなら己のことは顧みず戦う強い決意と守るための優しさをな。相変わらずのようじゃな。じゃがそれは時として弁慶の泣きどころにもなる。足をすくわれぬよう気をつけることじゃ。わしが言ってやれるのはもうこのくらいじゃな。覚えておきます。では俺はこれで。ありがとうございます。会えてよかった。小牧のじいさん。ああ、さらばだ。名もなき者よ。わしはこの体が持つ限りここの町で弟子たちと日々精進しておる。いつかまた相まみえる時があればし合おうぞ。それまでは絶対にくたばるでないぞ。あんたもな。じゃあな。元気でな、じいさん。小牧流は今も多くの弟子たちが学んでいるらしい。じいさんの志を継ぐ強い奴らが育っているんだろう。俺も小牧のじいさんからは技以外にもいろいろ学ばせてもらった。あんたから教えてもらったことは忘れねえ。これからも強く達者で生きろよ、じいさん。最後の試合。小牧のじいさんはカムロ町で今も多くの弟子に稽古をつけているらしい。じいさんの稽古はいつも常識外れで驚かされたもんだが、得るものも多く精神も鍛えられた。きっとそれは今の弟子たちにも受け継がれているだろう。これからも達者で生きろよ、じいさん。呼べるんだ。そうかそうか。はい、じゃああとは多分ね、文章だけのやつだと思うんで見ていきましょうか。桃源郷。桃源郷か。不思議と俺に縁のある場所だ。春日がここの店長に育てられたんだったな。もともとは会員制の超高級ソープだった。シンジのやつがここの会員だった。あいつの風俗好きはちょっと度が過ぎてて、当時は困ったやつだと思っていたが、あれくらい一つのことに熱中できるってのは今思えば大したことだ。俺が無所にいる間にあいつは大きく成長してた。きっといろんな苦労があったんだろう。あいつが今も生きていたらどんな男になっていたか。懐かしいな。見てみたかった。いや、線のない話だ。田中真司もこれかなり懐かしいぞ。俺の弟分。最初に出会った時は尖ったガキだったが、弟分になってから随分な風俗好きだと分かった。人は見かけによらないもの。あいつが生きてたらどんな大物になっていたか。
見てみたかったな。オッケー。この調子でどんどん行くぞ。次はここだ。アジア街か。ここは少し前まで中華マフィア採用会の根城だった。その採用会に深い因縁を持っていたのがユータ、宇佐美ユータ、はるかの夫だ。どうもまだくすぐったい感じがするな。何年経ってるんだ、まったく。気のいいやつだ。気弱なところもあるが、やるときはやる芯の強さがある。それに、なかなかの男前だ。そこは認めてやらねえとな。あいつなら、はるかとハルトを幸せにしてくれる。きっとな。もし万が一、二人を泣かせるようなことがあれば、そん時は幽霊が一発ぶん殴りに行くぜ。思い出せ。頼んだぞ、ユータ。宇佐美ユータ、数々の試練を超えて大きく成長した男だ。お前になら、はるかもハルトも任せられる。なんて言い方は偉そうか。頼むぞ。あいつらを幸せにしてやってくれ。元気にしてるかな、ユータ。ここにもあるわ。九州一番星か。昔はクソまずくてなんで潰れねえんだこの店はと不思議だったがその正体は地下カジノの隠れ蓑だったなんてこともあったな。それが今やまっとうにうまいラーメン屋だ。人間変わろうと思えばいつだって変われるってことかもな。ちょっといい話にしようとしすぎたか。細かい話は置いておいて、たまにはまた一杯食っていくか。懐かしいな。うまいラーメンが手頃な値段で食える。こんなにありがたいこともそうそうないからな。紆余曲折のラーメン屋。昔はクソまずかった九州一番星も今やカムロ町でも有名店だ。あの時のまずいラーメンが時々恋しくなることは全然ねえから、今後も末永くうまいラーメン屋であってほしいもんだ。ラーメンは食わずに行きましょう。今度食いに来るわ。ここは確か区役所だったか。人生の大半と言える時間をこの町で過ごしてきたが、ここに立ち入った記憶が本当にないな。ないな。ないわ。区役所であることすら正直忘れてたというか知らなかったかもしれない。驚くほど俺に縁のない場所だ。一度中を見てみたくもあるが、ここまで来るといっそ知らないままなのもいいかもな。この中では俺とは関係のない人たちが俺とは関係のない時間を過ごしている。それを想像するだけで不思議なもんだな。世の中がずっと広く感じられる。そういえばいつか縁があればよろしく頼むぜ、区役所さんよ。まだ見ぬ世界、カムロ町はまさに俺にとってのホームだ。だがそれでもまだまだ知らない場所でいっぱいだ。それを感じさせてくれるのがこの古めかしい建物だ。区役所だと思うが本当かどうかもわからん。ハワイも悪くないが、この街を隅々まで探検してみるのもきっと楽しいだろうな。そうだね。入ってみたいな、いつか。結構立派な建物だもんね、これ。あんまりよく見たことないよな。こんなになってたんだ。今後も入ることはなさそうだな。行こう。ここは龍神会館か。ここは伝説的な入れ墨彫り師である歌堀先生のアトリエで、俺の背中もここで墨を入れてもらった。出来上がった自分の背中を見たときは心底震えたもんだ。その代わり彫ってる最中はそりゃ痛くてしょうがなかったけどな。先生はお元気なんだろうか。今の俺の背中を先生が見たら何というか、聞いてみたくもあり聞くのが怖くもあるな。
伝説的な彫り師歌堀先生。あの人を前にすると、さすがの俺も少し背筋が伸びる気持ちがする。おっかねえ人だが、あの歯に生きぬ着せぬ物言いが今は懐かしく感じられる。お元気でおられるといいんだが。そうだね、入れないしな。行こう。ル・マルシェか。ここも長く続いてるな。普段は縁のない高級ブティックだが、大きな思い出がある。昔、ここでユミの誕生日プレゼントを買ったんだった。あん時は慣れないもんだから、随分と緊張したもんだ。その上、買ったそばから盗まれちまって、駆けずり回って取り返したり。ひどい目にあったもんだが、まあ、それはいい。あの指輪だけでも、あいつの見たかった景色を見せてやれてよかった。こんなことあったな。ユミも喜んでくれているだろうか。ハワイに持ってったもんな。ル・マルシェ、人生で思い出に残る買い物は何かと聞かれたら、きっとすぐに思いつくのはここでの出来事だ。誕生日のプレゼントに指輪を贈るなんて、今思えば当時の俺は随分青臭かったんだな。まあ思い出深い場所だよな。行こう。ここは？確かここは荒川組の事務所があったんだったか。春日一番。東上会と近江連合同時解散の鍵となった男。そして、今俺がてめえのやるべきことを託そうと思えた男だ。俺が人に何かを託すってのは、もしかすると初めてかもしれない。思い出せ。つくづく不思議な野郎だ。春日一番、喧嘩の腕も悪くはないが、こいつの強さは周囲の人たちを引きつける力だ。俺にはないものを持っていると感じる。正直、少し羨ましい。桐生さんから春日一番に変わるときはね、どうなることかと思いましたけどね。一番以外考えらんないな、今となっちゃな。さあ、ここは？ほう、ゾンビの作品か。面白そうだ。ゾンビか。これも入ってくんだ。まあよくある題材だな。だからなのか、ゾンビ絡みの不思議な夢を見たことがある。その夢の中で、なぜかカムロ町がゾンビで溢れ返っていた。ゾンビを隔離するために街は封鎖されて、中にいる人たちは見殺しにされようとしていた。俺はその中をやたらでかい銃を引っ提げて暴れ回る。なんとも荒唐無稽な夢だった。だが、夢のはずなのに、妙に生々しい実感が未だに残っている。もしかすると、あれはもう一つの世界線の記憶ってやつなのかもしれない。そういえば。なんてな、馬鹿げた話だ。夢というのは実に不思議だ。夢の中のカムロ町はゾンビで溢れ返っていた。そんな中をバカでかい銃をぶっ放して俺が暴れ回るというなんとも無邪気な内容だ。だが、夢で片付けるには妙に生々しい実感が俺の中に今なお残っている。ちなみにオブジェエンドも所持してますんでね、どっかのタイミングで動画にはしていきたいと思います。行きましょう。カムロ町フェスティバルやってるわ。ここにもあるよ。この辺りはすっかり綺麗になっちまったな。昔はここらにホームレスの寝床があちこちあったんだが、今は綺麗なもんだ。このおかげでカムロ町にも随分活気が戻ったとも聞いているが、こんなことあったな。昔の取り繕いのない何もかもがむき出しのカムロ町も俺は嫌いじゃない。短いな。昔は良かったとはいかにも老人の口だな。だが昔には昔の良さがあったのは間違いない。だから当然今には今の良さがある。比べてどっちがいいって話じゃねえ。そうだな。その通りだ。あれ、こいつらってセブンの時にいたよね。なんだっけ名前。レモンだ。
懐かしいな。まだやってんだ。頑張れよ。はい、ここだ。ここはずいぶん昔の話だ。このビルの一室をペントハウスとして利用していたカムロ町の不動産王がいた。立花不動産社長、立花哲。立花は己の力を俺に示すためにこの町を数秒間だが停電させてみたっけな。あの時の真っ暗闇に包まれたカムロ町は今でも強烈に記憶に残っている。あれだけの力を持った立花だが、本人が唯一望んだささやかな願い事だけは結局叶わずに終わってしまった。立花、思い出すぜ。あんたの人生はどうだった？いい人生だったか？カムロ町の不動産王立花哲。絶大とも言える影響力を持つ男だったが、彼が望んでいたのはあまりにささやかな願いだった。いらないものばかり手に入り、欲しいものだけが実らない。それが人生と割り切るにはあまりにやるせない。思い出すね。ミレニアムタワーか。今でこそ街のシンボルだが、かつてこの辺りは薄汚い商店街だった。そこに大規模な開発計画が持ち上がり、ヤクザたちがわずか一坪の土地をめぐって血で血を洗う争いを繰り広げた。俺もその構想のただ中にいた人間の一人だ。構想の中で散っていったあいつらがこの光景を見たらなんて言うだろうか。思い出すぜ。金になりそうだって言うのかもな。今当たり前のようにある光景は様々な出来事を経て出来上がっている。たかが一坪の土地をめぐって血を流し、命を落とした奴らがいたことを、せめて俺は忘れずにいてやりたい。そうだな。からの一坪か。行くぜ。ここは前にでかい銭湯があったな。もう潰れちまったのか。湯農園だったか。浴場も広くていい店だった。何より風呂上がりの卓球が最高だった。懐かしい。カムロ町のど真ん中にいるってのに、なんだか旅行気分になれたもんだ。ただ風呂に入ったばかりなのに汗だくになるのが困りもんだった。エモいぜ。銭湯に卓球か。本当に旅行に行くってのも悪くないのかもしれねえな。湯煙に包まれて喧騒のカムロ町、そのただ中にいながらどこか旅行気分に浸れた場所、湯農園。閉じちまったのは残念だが、旅行気分を味わいたいならいっそ本当に旅行に行くってのもいいのかもしれないな。一区切りついたらみんなで旅行行こうぜ。ガンリなんか負けんじゃねえ、桐生さん。ここはここらもすっかり綺麗になったもんだ。ここはかつてホームレスのたまり場だった。普通の人間はまず近づこうとは思わないような。さらにここには大きな秘密があった。賽の河原だ。伝説の情報や花屋が支配する秘密の大歓楽街。今この場所で思い返してみると、あの風景は果たして現実だったのか？少し疑わしくなっちまう。まさに現実離れした空間だったな。こんなことあったな。ああいう何でもありみてえなのがこの街の良さなんだろう。そうだね。賽の河原、現実離れしたという表現にふさわしい、この世に紛れ込んだ異世界だ。カムロ町以上に欲望にまみれたお世辞にも行儀のいい場所じゃなかったが、ああいうのもありにしてくれるのがこの街のいいところなのかもな。はい、どんどん行くよ。ここは
アジア街はもう見る影もない。かつての火災から復興するにはまだ時間が必要だろうな。かつてのアジア街はその名の通りアジア系住人のコミュニティだった。不法滞在者も数多く抱えたいわゆるグレーゾーンって空間だったが、そんな日々を隠れて生きねばならない人たちを刑事の立場でありながら支援し続けたのが谷村正義。かつて共に戦った男だ。あれきりまともに連絡も取ってねえが、あいつは元気にやってるんだろうか。そもそもが元ヤクザと刑事だ。あまり仲良くしちゃ向こうに迷惑だろうが、このままにしとくのはさすがに気が引ける。いい機会があればいいんだがな。思い出せあるの？そうか、これも心残りってやつなのか。なんかいかにも今後絡みあるみたいな言い方したな。まあ、ちょっと期待しておきましょう。谷村正義、俺が巡り合ってきた骨のある刑事の一人だ。ダニと罵られながらもアジア外の人たちのために孤独に戦っていたな。あいつは今どうしているんだろうか。元気にしていればいいんだが。見る影もないね、本当に。行くぜ。まだまだやれる。ここにもあるよ。チャンピオン街か。いつ見ても独特な一角だ。カムロ町の中にもう一つ別の町があるかのようだ。しかもそのほとんどが飲み屋と来ている。そういえば何度も来ているのにまだ入ったことのない店でいっぱいだな。懐かしいな。いずれチャンピオン街の飲み屋全制覇してみるのも面白いかもな。体には良くないな。唯一無二の町カムロ町の中でもひときわ異彩を放つのがこのチャンピオン街だ。俺でもまだこの場所を遊び尽くせていない。このままでいるのはさすがに少々もったいないと感じるな。チャンピオン街のグッズは買いましたよ、私。行こう。次はここだ。ここにはあまり立ち寄りたくない。ここははるかが事故に遭った場所だ。頭が真っ白になるっていうのはああいうことなのだろう。思い出したくもない出来事だが、あの時はるかはハルトを身を挺して守ったのだという。もともと強い子だったが本当に強くなった。俺なんかよりずっとだ。人の親になるっていうのはそういうことなのだろうか。事故に遭った際、はるかは我が子ハルトを身を挺して守ったという。文字通り命を懸けて、はるか、俺はお前を一人の人間として尊敬する。お前は俺なんかよりずっと強い人間だ。はるかに会えんのかな。どうなんだろうね。行こう。警察署。こんなところにバカでかい警察署ができるとはな。いかにも睨み聞かせてますって感じだ。俺と警察なんざ犬猿の仲みたいなもんだ。しかし俺が巡り合った刑事たちはどいつもこいつもてめえの信念に準じる奴らばっかりで、その生き様に心打たれることが何度もあった。特に伊達さんには返しきれない恩義がある。俺はあの人のおかげで今まで生きてこられたのかもしれない。不思議なもんだな。そういえば元ヤクザの俺の数少ない友と言える人間がよりにもよって刑事だなんてな。頑固なおっさんで娘思いの不器用な父親で、そして誰よりも正義を貫く刑事。伊達さんを説明するならそんな言葉が似合う。俺もあの人のおかげで人生を救われた一人だ。残された時間は少ないが、なんとか伊達さんにも恩返しをしてえもんだ。生きることだぞ、桐生さん。恩返しはここだ、恵比寿屋。
ス屋か。借金の型に取られた家宝からキャバ嬢が客からもらったその日に売り飛ばした指輪まで、ありとあらゆるものが集まる質屋だ。ここに並ぶ品々にはそれぞれに物語がある。ただどういうわけか俺にとってこの店は武器屋もしくは防具屋だ。日本刀だの鎖片びらだの、そっちの品揃えが妙にいいんだよなここ。思い出すぜ。もうしばらく世話になるぜ。よろしくな。人生模様の流れ着く場所、質屋、恵比寿屋。俺としては喧嘩に役立つあれやこれやの仕入れ先だ。この店のおかげで命を拾った戦いがもしかするとあるかもしれないな。確かにそういうイメージだな。プレゼントしとこうかなこれ。洒落たブランドバッグ。一番低い蝶に渡しとこうか。ありがとね。ああ、いいんだ。喜んでもらえたわ。行こう。アルプスですよ。空いてんな。喫茶アルプスか。この店も長いな。バブルの頃よりも前からある老舗の喫茶店、喫茶アルプス。俺もコーヒー一杯で数時間粘ったり、随分世話になった店だ。物騒なこともいろいろ起きた店だが、そういえば、ここで生まれて初めての新人研修ってやつを受けたんだったな。かつて、訳あって立花不動産っていう不動産会社に入社した俺は、そこの先輩社員ってことになるのか。小田って男からこの店でみっちりと社会人としてのマナーを叩き込まれたもんだ。偉そうな野郎でいけすかねえと思ってたが、あいつのおかげで今でも名刺交換のやり方は覚えてる。エモいぜ。まあやる機会がないんだけどな。トロフィー獲得だ。社会人マナーを叩き込まれた嫌な思い出。だが、喫茶アルプスでの出来事といえば真っ先にそれが思い浮かぶ。そして、その度に小田という男のことも思い出す。人の記憶に残ってるのは何がきっかけかわからねえもんだな。小田も懐かしいね。行きましょう。源田法律事務所ありましたよ。いや、中尾さんね、ほんとご冥福をお祈りします。本当にいい俳優がどんどんなくなっていくよな。残念だよね。ちなみにね、この龍が如く8が終わった後は、ジャッジアイズからのロストジャッジメントやっていこうと思うんで、ジャッジアイズはね、途中まで上げてるんですけど、一旦全部削除してまた一からやります、改めて。新鮮な気持ちで。はい。吉田バッティングセンターか。横浜のバス戦には孫妃たちに付き合ってもらったが、やはりバス戦といえばここだな。ちょっと一汗流したくなってきた。こんなことあったな。久しぶりにかっ飛ばしてみてえもんだ。ひねくれたカーブをな。スポーツで汗を流すのは気分がいいもんだ。むしゃくしゃした時、やるせない時、いろんな思いを振り払いたくてここに通ってきた。また気が向いたらここでうさばらししてみるか。ひねくれたカーブを目いっぱいかっ飛ばしてな。そうだね。全コース制覇だな。まだ腕は鈍っちゃさあ、ここにもあるよ。さすが桐生さうんん、やる。プロでも通用しそうじゃない？スカウトとかされたりして。そうなったら貫禄十分なルーキーの誕生っすね。そうだな。十分すぎない？桐生さんなら三冠王もいけちゃったりして。たく勝手に盛り上がりやがって。俺は草野球とかで十分だ。瀬戸内ウォーリアーズのやつら元気にしてるかな。懐かしいわ。いい音が響いてるな。バットというと真島の兄さんの顔がちらつくのは登場会関係者あるあるってやつか。真島五郎、破天荒だが誰よりも一本筋の通った男。あの人に何度命を狙われたかわからない。だが同時にあの人に救われたことも数知れない。本当にめちゃくちゃな人だな。だがああ見えて俺なんかよりよっ
ぽど親分に向いている。懐かしいな。真島の兄さんと春日が手を取ってくれりゃこんなに心強いことはないんだがそうだな。誰よりも自由な男、真島五郎。だがあの人は誰よりも自身の信念に命を張って生きている。ああいうカリスマってやつが今の混乱するヤクザ社会を引っ張っていってくれりゃ頼もしいんだがな。兄さんももう還暦だからな。信じられないよ行きましょう。相変わらずいい音が響いてるな。野球といえばやはり品田のやつを思い出す。品田達夫、かつてプロ野球選手として奇跡とも言えるデビューを飾った男だ。不運という言葉で片付けるにはあまりに酷な運命が品田の身に降りかかったが、それでもあいつは野球への情熱を失わなかった。あれだけ何か一つのことにそれこそ人生をかけられる熱量ってのは俺にはないものだ。そんなあいつを尊敬するし羨ましくもある。だがまだ遅くはないよな。思い出す。今からでも俺は見つけられるかもしれない。品田にとっての野球みたいなものを。そうだぞ桐生さん。野球を愛し続ける男品田達夫。人生をかけて一つのことに打ち込むその姿は見る者の心を打つ。俺も何か打ち込めるものがあればいいんだが、それを今から探してみるというのも悪くないかもしれないな。赤レンガだ。ここも思い出深いね。この辺りの景色は昔から変わらねえな。妙なことを思い出しちまった。もう10年以上前になるか。沖縄の駆け出しヤクザ島袋力也とひょんなきっかけで出会った俺はカップルのふりをしてラブホに忍び込んだことがあったんだった。当時は何やってんだかと自分でも呆れたが楽しかったな。そう楽しかった。こんなことあったな。ありがとうな力也。あまり語らないのいいね。バカバカしいくだらないと思っていたことが遠く離れてみるとかけがえのないものだったことがわかる。俺は自分が思っているよりもずっと恵まれた人生を送っているのかもしれないな。力也いいやつだったよな。桐生さん号泣だったもんな。行こうぜ。カムロ町ヒルズか。ミレニアムタワーに負けず劣らずのデカさだな。ここがまだ建設中だった頃、あの塔のてっぺんで俺は一人の男と命がけで戦った。郷田隆二、関西の竜と呼ばれた男。あいつは本当に強かった。もしかするとこれまで戦った誰よりも。俺が言うのもなんだが、まさに化け物じみていた。だからこそ今でもあいつがふらっと目の前に現れるんじゃないか、そんな気になる。懐かしいな。俺も朝顔の子供たちにこんな思いをさせちまってるんだろうか。関西の竜と呼ばれた男郷田隆二。まあ本人はそう呼ばれることを嫌っていたが、人間離れしたその強さは今でも強烈に記憶に残ってる。だからなのか、あいつが今にもふらっと目の前に姿を現すんじゃないか、そんな期待も抱いてしまう。郷田との再会、見てみたいね。まあ生きてるだろうからな、きっと。さあ、あとここにある2つだけだな。これがちょっとストーリーがあるっぽいね。おい、ポケサーしようぜ。んいいね、行こう行こう。よし、じゃあ早くポケサースタジアム入ろうぜ。ここだもんね。ここはポケサースタジアム。カムロ町にまた復活していたのか。大切な友達。ポケットサーキット、略してポケサー。
ポケットサイズのマシンを使って速さを競う奥深い遊び。ガキの中に筋が混じってるわ。俺もかつてはこの場所でポケットサーキットカムロ町最速を目指していたもんだったな。当時は子供たちに混ざってがむしゃらにレースをしたり必死にカスタマイズをしたっけ。当時実況していたポケサーファイターとはなんだかんだ長い付き合いになった。尾道で再会して以来会ってないが元気にしてるだろうか。もううるさいな。好きにやらせてよファイター。でもそのカスタマイズじゃダメなんだってば小次郎くん。このカスタムタイヤに変えた方が車体も滑りにくいし絶対に有利になるんだって。ほら騙されたと思ってやってみなって。嫌だよ。今のタイヤが好きなんだもん。色が紫だからかっこいいんだい。色って。でもそれじゃ速くならないしコースアウトしちゃったら元も子もないだろ。もううるさい。ファイターなんて大嫌いだ。あら。もういいよ。他の公園で作ろう。行こうぜヤスくん。ああまだ話は終わってないぞ。村中？まったくもう、うまくいかないな。この人、この格好ってことは新米のポケサーファイターか。あまりうまくはいっていないようだが。さてと片付けないと。ああすみません。おお、ゴーレムタイガーか。詳しい。知ってらっしゃるんですか？もちろんだ。ああ、よくここで遊んでたんだ。ポケサーファイターと一緒にな。カズマくんだ。よろしく。ポケサー界隈ではくんづけするのがルールなんでね。僕ポケサー株式会社でポケサーファイターをやっている村中と申しまポす。ケサー株式会俺社？はポケサー界隈ではカズマと名乗っている。カズマくんですね。よろしくお願いします。よろしく。カズマくんはいつからポケサーをやっているんですか？バブルの頃からだから今から30年近く前だな。おお、第一次ポケサーブームですね。そうそう。その時に生まれて体験してみたかったな。暑かったぜ。めちゃくちゃブームだったって聞きますもん。ああ。そうだな。確かに国民的ブームだったかもしれない。この町からもポケサースタジアムはなくなったと記憶していたが、また復活したんだな。ええ、一度は廃れてしまったんですけどね。最近リバイバルブームが起きてまた全国的に人気が出始めてきていまして、そこに来て少し前に新しい社長が就任したんですが、これまたポケサー愛がすごい人でかなりのやり手なんです。メディアミックスとかを積極的に行って、ついに小学生や中学生を中心に一大ポケサーブームを巻き起こすことに成功したんですよ。ほう、そういうことか。メディアミックス？桐生さんが知ってるわけねえのよ。なんであんたはポケサーファイターに？と思いきや意外と博学だったりするからな、桐生さん。ポケットサーキットが好きだからです。僕が小さい頃はちょうどポケサー人気に陰りが見え始めた頃だったんですけど、僕は大好きで、小学校から帰ったら毎日カスタマイズ、少ないお小遣いを一生懸命貯めてなんとか最速のマシンを作ろうと思って毎日頑張っていました。学校には友達が全然いなかったんですけど、ポケサーをやっているうちにポケサー友達が増えて初めて居場所ができた、そんな感じがしたんです。本当に楽しかったな、あの頃は。そうか。だからポケサーファイターに。はい。友達がいない僕にポケサー会場で気軽に声をかけてくれたのが会場にいたポケサーファイターで、ファイターは他の子たちと引き合わせてくれて、そのおかげで僕は友達が作れたんです。そうか。だから僕も
昔の自分みたいな友達のいない子たちを助けられるような、励ませるような、そんな存在になりたくて。そうか。だからポケサーファイターに。強い意志があるんだな。かっこいいじゃねえか。でも実際になってみるとなかなか難しいですね。僕はポケサーの知識は誰にも負けない自信があります。だからその知識を生かして子供たちに最強のカスタマイズを教えて支えてあげたいんですけど、なるほど。なかなか距離感がうまくいかなくて嫌われてばかりで適性がないんですかね。もう30だし実家帰った方がいいのかな。ポケサーに大事なこと忘れてねえか。何がおかしいんです？いや、ちょうど30年前にお前と似たように悩んでいるポケサーファイターがいたんだ。そいつとはたくさんポケサーをやった。ヤスとの思い出はいい思い出ばかりだ。最近会えていないが今でも俺の大切な友達だ。そんな人がいたんですね。ああ、子供からも愛される立派なファイターだった。だがそんなあいつも当時は悩んでいたよ。待遇は安い時給のアルバイト扱いだし、年齢も30歳。このままポケサーファイターをやっていっていいのかってな。その人はどうなったんです？結局ファイターを続ける道を選んだ。あいつはポケサーを愛していたし、子供からも愛されていた。その愛に正直でいたかったんだろう。子供たちの愛か。羨ましいな。村中。僕も子供たちから好きになってもらえればこんな風に悩まないのに。思い出せ。お前は子供たちがお前に何を求めてると思ってる？そりゃ僕はファイターだし、ポケサーのことをいろいろ教えてほしいと思ってるんじゃないかと。確かに知識を与えるのもファイターの大事な仕事かもしれない。だが子供たちが一番お前に望んでいることは本当にそれなのか？お前はさっきポケサーファイターへの感謝を語った。それは知識をくれたから感謝してるのか？速いマシンの作り方を教えてくれるからファイターに憧れたのか？言う通りにしてたら試合に勝てたからファイターに感謝してるのか？それは違います。僕がファイターに感謝しているのは友達のいない僕に寄り添ってくれたから。そういうことだ。それが分かってるならお前がファイターとして子供たちに一番やらなきゃいけないことは何か。もう答えは出ているはずだぜ。さすがカズマくんだ。カズマくんそうですね、僕間違っていました。ポケサーは速さを競う遊びだけど大事なのは速さじゃない。ポケサーで一番大事なのは勝敗でもない。一番大事なのは友達と仲良く楽しむことです。そうだ。そんな当たり前のことも忘れて僕は会社の理念に入れとけ、それ。好かれないわけですね。今からでも遅くないぜ。はい、僕さっきの子供たちにもう一度話してきます。今度は速いマシンの作り方だけじゃないポケサーの楽しさを伝えに。ああ、あいつらも待ってると思うぜ。ありがとうございますカズマくん。それじゃ。じゃあな。さっきの子たちは第三公園に行ったんだったな。後で少し様子を見に行ってみるか。ここだよね。児童公園か。
変哲のない公園だが奥にあるマンホール。あの下には広大な地下下水道が広がっている。いわばこの町のもう一つの顔だな。一時期秋山が訳あって身を隠したりもしていたな。そういえば正直あれは少し楽しそうだったな。メイドの土産に体験しといてもいいかもな。様々な顔を持つカマロ町だが、地下に連なる広大な下水道網もそのうちの一つだろう。俺もまだその全てを知っているわけじゃない。どこまでも飽きさせない町だ。秋山とはね、会えそうだからね、今後。さあ行くぞ、第3公園ね、行きましょう。宴会トーク。いつ食っても牛丼はうめえな。超特盛りでもペロッと食えちまう。うまい安い早いってな。あ俺も昔から世話になりっぱなしだ。おなじみのキャッチコピーだけど3つ全部達成するのって大変よね。そうだな。だな。それをしっかり体現してる名コピーだ。俺にもそういうの欲しいな。欲しいか？例えば速い、強い、すごいとか。最後適当になってない？なってんな。あと速いって何が？足とか。足速いとモテそうだ。小学生か。足速くてモテるのは小学生までよ。てかなんちゃんが走るの速いイメージってそんなにないんだけど。まあ実際速くもねえしな。早くもねえんかい。じゃあ却下。ちなみに桐生さんだったら？強い、渋い、エモい。なんでお前は最後いつも適当になるんだ？なんだ、エモいとは。心打たれるみたいな時に使われる若者言葉ね。エモーショナルのことだと思うけど。あ、そういう意味だったのか。お前は知っとけ。ちなみにこのうまい、安い、早いは時代によって順番が違うらしいよ。昔は店に入って体感する順番で早い、うまい、安いだったけど、その後うまいをもっと追求して順番を変えてうまい、早い、安いになった時期もあったとか。へえ、そうなんだ。どうでもいいわ。ちゃんと時流に合わせてるのね。すごいな。ああ、エモいぜ。早速使いこなしてる。使ってきたな。なんやかんやでやっぱり牛丼は吉野家だよな。ちょっと食事してましたわ。行きましょう。どうした？絡まれてんな。いいじゃん、このポケサーマシン。これ欲しかったんだよね。限定のやつ。クソ野郎ども。返してよ、僕の。あ？なんだこのガキ。殴られてえのか。ゴミどもが。そんなレアな機体、おめえらみたいなガキにはもったいねえよ。俺が使ってやる。僕がお小遣いを貯めて買ったんだよ。うるせえ、ぶっ殺す。子供たちからポケサンマシンをカツアゲか。最低だな。助けに行くか。お前ら。お？なんだってめえは。僕はポケサーファイターだ。服ダセえな。これは小次郎くんのマシンだろ。改めて見ると。ほう、まさかポケサーファイター様からお説教されるなんてな。おめえみてえなふざけた格好のやつがすごんだってなんも怖くねえ。まあそりゃそうだが。こんなガキどもが持ってるより俺たちが使った方がこのマシンもいい記録出せるだろ。マシンのためにもなるんじゃねえのなあ。ふざけるな。子供たちを傷つけるようなやつの記録なんてクソくらいだ。よく言った。ポケサーで一番大事なのは速さじゃない。仲良く楽しく友達と思い出を刻むことだ。お前らなんかにポケサーをやる資格はない。ファイター。バックミュージックがヒーロー感出てるよね。早く逃げて。でもファイターが。僕のことはいいから早く。言ったか。よし、不良ども、このポケサーファイターと勝負。なあまあ強くはないからな。急な攻撃は
なんだこいつクソ弱えぞ。いい年してこんな格好してガキのおもりしてよ。何がファイターだよ、かっこ悪い。本当だぜ。こんなおもちゃにムキになってよ。ご両親もきっと泣いてるぜ。さっさと実家に帰って家業でも継いだ方がいいんじゃないですか、ファイターさん。ポケサー株式会社の社員だこっちはバカ野郎。マシよ、返せ。うるせえな。桐生さんそろそろ行け。ちくしょう、ちくしょ気絶しやがったぜザーコ。おい、あおい、なんだてめえは。なんだ積み合ってか。通りすがりのポケサー好きだ。またの名をカズマくんじゃい。てめえらにファイターを悪く言う資格はねえ。さっさとそのマシン返しやがれ。なんだこいつ、ああ、ぶっ殺されたいのか。やれるもんならやってみろ。面白い。このおっさんぶっ殺してやるぞ。死にてえようだな。お前なんか勝ちに行こうとんだよ。一瞬だ。はい、オーケー。まだまだ余裕ありすぎ。いい感じ。ふぅ、片付いたな。ん？ファイター、しっかりして。あれ、小次郎くん。やった、目が覚めた。大丈夫、ファイター。ああ、君たちこそ平気だったかい？うん、ファイターが守ってくれたから。どうもありがとう。うーん。ファイターって強いんだね。びっくりしちゃった。強い？だってほら、周りのチンピラ倒してるじゃん。あ、これ俺が？他に誰がいるってのさ。かっこよすぎるよ、ファイター。僕のマシン取り戻してくれてありがとう。お礼はいいさ。ルールを破る連中を正すのはファイターの仕事だからね。ファイターは僕のためにこんなに頑張ってくれたのに、僕ファイターに嫌なこと言っちゃった。本当にごめんなさい。いいんだよ、小次郎くん。悪かったのはこっちの方さ。君が自由にカスタマイズを楽しみたいのに変に知識を押し付けて君の楽しい気持ちをないがしろにしてしまった。マシンが速くなれば喜ぶ、勝負に勝てれば喜ぶ、そうやって勝手に決めつけて楽しみ方を押し付けようとしていた。ファイター失格だよ。ポケサーで一番大事なことを忘れていたよ。だからごめんね。ファイター。じゃあ仲直りの印にみんなでポケサーやろうよ。いいね、やろうやろう。ポケサースタジアムでね、ファイター。ああ、もちろんだ。ちょっと絆創膏でも貼ってくから先に行っててくれるかい？わかった、待ってるからね。よかったな、新しいファイター。一件落着か。村中ん？社長。ああ、やっぱりな。まあなんとなく分かってたよ。ファイター？まさかポケサー愛のあるやり手の社長ってのは。なんかポケサーファイターが喧嘩に巻き込まれてるというから駆けつけたんだ。大丈夫かい？そのスーツにそのヘアバンドみたいなのおかしいだろ。
子供たちも無事です。そうか、よかった。子供たちを守ってくれてありがとう、村中君。いえ、ファイターとして当たり前のことをしたまでです。ああ、村中君、なんだか君すごい生き生きしてるね。なんか以前と変わった気がするよ。そうですか。カズマくんのおかげかな。カズマくん？はい、バブルの頃からポケサを遊んでくださってる真摯な方です。僕、正直これからもファイターをやっていけるのか悩んでいたんですけど、カズマくんが相談に乗ってくれて、背中を押してくれて、大切なことに気づかせてくれたんです。そうか、カズマくんが。もちろん覚えてるよな。カズマくん、いい男だったでしょ。はい、めちゃくちゃ。もしかして社長のお知り合いなんですか？感動すんな、なんか。ああ、僕の大事な大事な友達なんだ。持っててくれてるんだね。でもそんな常に持ち歩いてんの？そうだったんですか。カズマくん言ってましたよ。ファイターは今でも大切な友達だって。そうか。じゃあ僕、そろそろ行きますね。子供たちが僕を待っているので。ああ、行ってらっしゃい。あ、村中君、もしまたカズマ君に会ったらこう伝えてくれるかい？なんだ？いつかまた一緒にポケサーしようぜいつもの声だ。わかりました。絶対伝えます。それじゃ失礼します。今でも大切な友達か。一生ものの友達ができるんだもんな。ポケサーって最高だよね、カズマくん。そうだな。いつかまた巡り会えたら、またあの頃みたいに子供みたいに泣いたり笑ったり怒ったりしながらさ、ポケサーやろうぜ、カズマくん。やろうぜ、ファイター。行っちゃえよ、桐生さん。行かないんだな。そうか。大切な友達。あってもいいような気がするけどな、ポケサーファイターには。ポケサーで遊んでいた少年が今のファイターで、30年前に俺と出会ったファイターが社長とはな。あの頃のファイターはバイトだったが、成り上がったもんだ。頑張ったんだな。いつの時代もポケサーは人をつないで、俺たちを熱くしてくれる。また遊びたいぜ。来るんだ、社長自ら。わかりました。どんどこにも来る。行きましょう。あ、太めの麺と濃厚なスープが絡まって、これは絶品だな。また食事してんのバレちゃった。になって栄養的にもありがたい。私ずっと思ってたんだけど、ちゃんぽんって可愛い響きよね。確かに。どういう意味なんだろう。ちゃんぽんってのはよ、ごちゃ混ぜになってるみたいな意味があるらしい。方言か。確かにいろんな種類の酒を飲むことをちゃんぽんって言ったりもするしな。ああ、そうだな。ごちゃ混ぜね。それじゃあ私たちもある意味ちゃんぽんみたいなものかもね。経歴も肩書きもみんなバラバラ。総帥とか元会長とか、あと元ホームレスとか。元ホームレスそこに並べなくてもいいだろ。食い応えのありそうなちゃんぽんだ。栄養満点なところも同じだね。まあ俺らの場合は食われる前に食っちまうかもしれないけど。素材の主張が激しいな。OK、行きましょう。さあ、ここですね。パ
バンタム。これが最後かな今のところ。バンタムか。いっぱいやりたいところだが、みんなに心配かけてまで飲みたいわけじゃねえ。ここは昔、バッカスという店だったな。そっちもいい店だったが、何より。俺はこの店で初めてはるかと出会ったんだ。死体が散乱する店の中で一人銃を握りしめていた。なんて気丈な子だと驚いたもんだ。だが、あの時のはるかは、ただ母親に会いたい一心の子供だった。あのはるかが今や母親で子を守る側とはな。思い出せ。長生きはするもんだってやつか。カモロ町でうまい酒を飲むならセレナかここ、バンタムだ。ここは俺がはるかと出会った最初の場所でもある。店も変わり、はるかも今や母親だ。なら、この先どんな世界が待っているのか見届けたくなってくるな。もう桐生さん死にたくないじゃないこれ。前回も言ったけど。ねえ、みんな、グッドボタンよろしく。あ、まただ。ラッキーセットってさ、何歳まで注文していいと思う？ラッキーセット。ハッピーセット的な？ハンバーガーにゼリーとおもちゃがついた子供向けのセットメニューですね。キャンペーンの時だけ数量限定で頼めるんですよ。お子様ランチみたいなものか。だな。どうした？童心に帰りたくなったのか？ちげえよ。ただ今やってるラッキーセットのおもちゃが昔読んでた漫画のやつでちょっと懐かしいなと思っただけで。ここのお店は特に年齢制限ないわね。気になるなら頼んできたら？さっき残りわずかって張り紙してあったし。急げなんば。何？いい年した大人がお子様ランチを頼むのがおかしいとか？気にせず買えばいいと思うよ、なんばちゃん。ガキ扱いすんじゃねえよ。余計頼みにくくなんだろうが。欲しいと思うんだったら注文すりゃいいと思うぜ。ただそのラッキーセットとやらは子供向けなんだろ本当に欲しい子が買えなかったみたいなことになるのはいただけないと思うがな。分かってますよ。おい、残り1個だそうだ。何？頼むなら今だぞ。あ、親子がレジ前でなんか迷ってる。どうするの？注文するの？なんば？売り切れだって。ああ。終わったか。偉いぞ。よく我慢できたな。今度ゼリー買ってあげるからね。だからガキ扱いすんじゃねえって。ゼリーはもらうけど。もらうんかい。もらうんだ。ごちそうさま。ごちそうさま。あ、まただ。食った食った。ごちそうさん。ただ思ったより腹減ってたのがもうちょっと食えそうな気もするな。そのぐらいにしておけ。あんま無理しない方がいいぞ。腹8分目って言うだろ。まあそれもそうっすね。どうした？私もちょっと加減を見誤ったかもしれん。そばだけじゃ足りないかと思い、カレーとカツ丼も頼んだんだが、そばとカレーで満腹になってしまった。がっつりフルコースいったわね。もう一品頼むかやめておくか。どうするかな。難波、正直に言え。カツ丼でも食うか？取り調べみたいに言うんじゃねえや。もらうけど。もらうんかい。もらうのか。人生で一度言ってみたいセリフの一つを達成したぞ。ああ、よかったな。あ、俺もそれ言ってみたかったんだよね。早速カツ丼頼んで難波くんに。一杯で十分だよ。つかなんで俺で達成しようとしてんだ。仲いいな。食いすぎだろ。ごちそうさま。ああ、また。このキムチチャーハンうまいな。これ最初メニューになくて常連客がリクエストして後から追加されたものらしいよ。そういうパターンもあるのか。なかなかフットワークの軽い店だな。俺らもよ、常連客になったらなんか新しいメニュー作ってくれたりすんのかな。どうだろうな。どうだろうな。そもそも常連というのはどうすればなれるんだ？
毎日ここで食べていたらそれは常連なのか？そこは店主次第なんじゃねえか。顔を覚えられたり仲のいい関係になれれば常連と呼べるのかもしれねえな。仲良くか。とはいえ店主の趣味もわかんねえし、コツコツ飯食いに来んのが無難なんだろうな。まあそこまでして常連になってやりたいことがメニューのリクエストってのもどうなのよ。聞いた話だが、ここの店主は少し前に暴走族に混ざってブイブイ言わせてたらしいぞ。どういうこと？店主に一体何があったんだ？むしろそっちの方が気になるんだが。今度みんなで族っぽい格好をして改造バイクで店に来てみようか。一発で親父の心開けるかも。一発で出禁になる可能性の方が高そうな気がするけど。悩ましい店だぜ。ちなみにメニューを追加してくれるとしたら店主に何作ってもらうつもりなんだ？特にないな。ないんかい。ないのかよ。まったく楽しそうだな。またですね、すいませんねあんま。り来たことなかったけどなかなか綺麗な喫茶店だな。ああ、誇りもないし管理も行き届いている。なかなか清潔でいい店だ。桐生さんもそういうの気にするのね。ナンバは気にしなさそうだな。うるせえな。俺だってたまには部屋の掃除くらいしねえとなとは思ってんだよ。掃除セットだって買ったんだ。まだ未使用だけどさ。使え。買って満足するタイプか。そういえばそのセットの中に旗木が入っててよ。旗木？あの棒の先にヒラヒラした布みたいのがついてるやつ。あれな。シンデレラが掃除してる時に使ってたあれだよ。シンデレラが使ってたのかは知らんが、まあ分かった。それがどうかしたか？あれいる？使ってもくだらねえ。何の役に立つかさっぱりわからねえんだが。こういうのでいいんだよ。誇りを回せるのが目的なんだ。こういうやりとりを聞きたいのよ。落ちた塵をほうきで吐いてちりとりで取るまでがワンセットってわけだ。ああ、そういうことっすか。ちゃんと意味あったんですね。もっとも今はハンディモップとかの方が埃を落とさず取れるから便利かもしれんがな。桐生さん、掃除も詳しいんですね。意外か？まあ昔集団で生活していたことがあってな。掃除をするのも教えるのも結構やってたんだぜ。お前にも教えてやろうか。完璧なカビ取りテクニックってやつを。ぜひお願いします。妙な師弟関係ができたわね。あ、ここもあるんだね。マジでたこ焼き好きなんだよね。いただきまーす。うめえよな。熱いよな。全部出しちゃうよな、一回な。トロトロなんだよね、中がね。あれが熱いのよ。いやー、目の前のたこ焼きにテンション上がって猫舌なの忘れてたぜ。ここのたこ焼きは中がとろっとしてるから外が多少冷めても中は熱々だ。それがいいのよね。そうそう。外側のカリッからのトロって感覚ほんと好き。飲み込んでから話せ、猫舌。うっとしっけついつい止まらなくてな。しかしよ、このたこ焼き食った後にハイボールグイっていくってのはこれまさに至福の時間だな。まあうめえかもな。ああ、酒が進むんだよな。止まらなくなるって難波の気持ちもわかるぜ。他のトッピングとの相性もいいからいろいろ試したいのよね。ソンヒはおすすめある？ごめん、ソンヒも猫舌だったのね。ごちそうさん。まあここもあるよね。寿司もうまいがこの店はお吸い物も絶品なんだ。体に染み渡る。ここはカムロ町でも老舗なんでしたっけ？そうだな。ああ、ここの味は昔から変わらねえ安心する味だ。
変わらない味か。なんだかいいな、そういうものも。何か辛いことがあった時には支えになってくれるだろうな。ソンヒにもそんな時があるの？私を何だと思ってるんだ？いろいろ考えることだってあるさ。ごめんごめん。でも変わらない味が安心するように、私たちも変わらないでいたいね。そうだな。悲しいことがあっても顔を見たらほっとしてもらえるようになりたいな。そりゃいいな。でもすでに俺は桐生さん見たら安心しますよ。ヤクザ連中に取り囲まれたりしてたら特に。それはみんなそうじゃない？っていうか、まずヤクザに囲まれる状況になんないでよ。たく、何の話してんだが。まあこんなゆるい話できんのも気の置けない仲になってるってことなのかもな。へへ。そんじゃあ俺らが桐生さんにとってのお吸い物ってわけですね。遠慮なく吸ってください。それはなんか嫌だ。いや、いい関係だよ、本当に。よかったな、桐生さん。ごちそうさま。まあ、ここもありますよね。イチゴってどのタイミングで食う？イチゴは俺は最後だ。途中かな。イチゴはショートケーキの看板みたいなもんだからな。できるだけ残しておいてやりて。ケーキ相手にもそこまで考えるんすね。でも実はそれ正しいらしいわよ。考え方もね。ちょっと変な女性が写ってんだけど。のイチゴは最後に食べるのがなんか心霊写真みたいに写ってんだけど。ケーキのフォルムが崩れちゃうからイチゴがちょっと怖えな。無表情なのが怖えよ。一緒に食べるのが正しいって雑誌に書いてあったの。そのマナーいるか？理屈はわかるけどさ、イチゴくらい好きなタイミングで食わしてほしいんだけど、最後まで乗せてると重心が安定しなくて食いにくいしさ。私は初手でイチゴを食べたいんだが、なんとかならないか。いや知らんけど、だいたいそのマナー決めたの私じゃないし。まあそんなに難しく考えなくていいんじゃねえか。そうだ。いろいろ気にしすぎて味が分からなくなるんじゃそれこそ台無しだしな。好きな時に食いゃいいんだよ。美味しく食ってもらう方が作る側としても嬉しいと思うぜ。いいこと言いますね、桐生さん。実は一回やってみたかったことがあって、ちょっと今日やっちゃおうかな。なんだ？ホールケーキにかぶりつくっていう。やめろ。それはやめろ。ここもありましたか。豚骨ラーメン、スープが濃くてうめえな。いつもはよ、塩分とか気にしちゃうんだが、ついつい飲み干しちまった。普段も大して気にしてないでしょ。ラーメンは飲むよな、汁まで。ワンちゃんの丼の底になんか書いてない？え？あ、本当だ。なになに？町田萌実って書いてある。誰？知らねえよ。なんだこれ。この店は昔、常連の名前を丼に書くっていうユニークなことをやってた時期があったらしい。今はもうなくなったようだがな。そこに書いてあるのは当時の常連の名前なんだろう。そういうことか。面白いことやってたんだな。壁に名前が貼られてる店は見たことあったけど、丼とはね。飲み干さねえと見えねえや。それが狙いだったんだろう。この店はスープの味が自慢だからな。どれ、私のは。お、その日も飲み干したのか。桐生一馬。同じ名前とは偶然ってのもあるもんなんだな。いや、んなわけないでしょ。カムロ町に桐生一馬が2人もいちゃたまんねえっすよ。通い詰めてたんですね、桐生さん。それじゃあ私の丼は薄くて見づらいな。田中真治？お、桐生さんの弟分だな。まあいろんな常連がいたってことなんだな。桐生さん以外誰も知らんけど。そりゃそうでしょ。昔のカムロ町に知り合いとかいないし。その丼の桐生一馬さんは人違いらしいけど。いや、やはりさっきのは俺だった。どうしたんです急に。まあそう思ってましたけど。別に
味の変わらねえここのラーメン食ってたらふと思い出したんだよ。いろいろな。桐生さんよりよく来てたってことかな、シンジは。はい、では現時点でカムロ町で見られる追憶ダイアリーは全て見ましたね。ちょっと長くなっちゃいましたが、次回はね、偉人町に戻り、またメインストーリーなのかサブなのかわかりませんが進めていきましょう。はい、そんなわけでご視聴ありがとうございました。グッドボタン、ここまで見たよボタン押してください。励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。